待って、俺がお前たちに何をしたって言うんだ。何って言われてもね、私たちは依頼で来てますしねえ、レイセンさん。そうね。そういうことなんですよ。だからおとなしくボコらせてくださいな。ふざけるな。誰に頼まれたんだ。教えろ。教えるわけないでしょ。私はこっちの方を探してくるわ。はーい。私はもう少し遊んでから探しますね。さてと。やめろ。来るな。俺が悪かったから。一体何が。助けに来たのよ。首？ああ、そうだ。現地国を持ってお前を解雇。首だ。なぜ？お前この前起きた親子一家事件の取材と記事を担当したろ。ああ、酒とギャンブルに依存していた父親が娘さんをレイプしたっていう。娘さんが父親を刺した後、自殺を図っていましたね。じゃあこの新聞を見てみろ。親子重傷、借金絡みの犯行か。世間一般に流れている情報と全く違うことが書かれている。その記事には金を貸した人間が親子を襲った。ご丁寧に父親を刺した後、娘の方を強姦、刺したと。私は書いてませんよ。じゃあ誰が書いたと？それは私をはめようとしている誰かです。私はてっきりお前がそう書いたんだと思ったんだがね。実はこの金を貸した人間、うちの会社にも資金を回していてくれていてな。この新聞を読んで怒り心頭に走っていてね。多額の賠償金とこの記事を書いた者の首を要求している。いつも新聞を出す前は私は確認していたんだがね。あの日ばかり自分が別の者に頼んだのがバカだったよ。それならその人が。お前がいなくなろうがここに損する輩なんと誰もいない。ましてや会社が潰れる一大事を起こしたとして誰が得をする。それは私にも言えますよね。現にお前が書いた記事が出回っているんだ。もう遅い。本来ならお前一人に責任を負わせているところだ。お前が裏で何をしているのかも割れてる。もう席はないと思ってくれ。これでも優しくしているつもりなんだ。お前は十二分に務めを果たしたよ。助けられなきゃ意味なんてないんです。そう言うな。きっと彼女も感謝してるよ。助けようとしてくれてありがとうとな。じゃあなんであの男の人は生きているんですか？酒や博打に依存して挙句の果てには自分の娘に手を出しているんですよ。死ぬべきなのは彼だったんじゃないんですか？なんで師匠は彼を助けたんですか？なんで？レイセン、私たちは医者だ。治すのが仕事なんだ。許す許さないは私たちの仕事じゃない。分かっているだろう。師匠が彼女を治療すればよかったんじゃないんですか？お前に娘の方を治療させたのは父親と比べ軽かったからだ。もちろん私が治療していれば助かっていたな。あの男は助かったんですか？死人同然だ。元の生活に戻ったとしても肝硬変に高血圧、動脈硬化がある。そう長くない。
それともお前が隣の部屋に行って引導を渡してやるか。できることならやってやりたいですよ。なら手を下してやるがいいさ。あいつにはもう身寄りがいない。加え悲しむやつなんて誰もいないだろう。今までありがとうございました。どこに行く？わかりません。ただ自分がここにいても力不足なだけです。そうかい。私よりずっと役に立つ方がどこかにいますよ。本当にありがとう。達者でな。あれ、レイセンさんじゃありませんか？どうしてここに？あなたには関係ないでしょ。そりゃそうですが、隣に座っても？どうぞ。実は私、解雇されたんですよ。捏造記事だうんぬん言われてしまいましてね。明日から路頭に迷うことになりそうです。潰れてやろうかと思いましたが、先客がいましてね。それはどうも。何があったんですか？私の力不足で助からないといけない人が亡くなったの。それは結局私に人助けなんてできこなかったんですよ。最初からそれが分かっていれば彼女は別の人に助けてもらえたかもしれないのに。レイセンさん、何よ。自分ができる程度で人助けをしてみませんか？人の話聞いてました？どうせ私なんか誰も助けられませんよ。明日から路頭に迷う身じゃないですか。語ることになっても意味があります。それとも実は路頭に迷わないだけの財や場所があるんですか？もし迷うことになったら最後どこぞの誰かに回されるのがオチです。仮に知人に泊めてもらうことになったとしてもどう生活していくか。高魔館で働くことになろうが寺に駆け込むことになろうが、今までより多くの風をはめた生活を強いられるのは間違いありません。ならいっそのこと、自分らしさを貫けて自分らしいことができる。そんなことしながら食いぶちをつなげていたら幸せじゃありませんか？楽観的ね。私たちの明日がかかっていますから。それどこまで信用していいの？私の手を取っていただければ全て。なら条件を一つ飲んでくれるかしら？喜んで。私の相棒。あなたもお人よしね。どこかです。妖精を助けたお礼に妖精から果敢だなんて。ああ、これですか？似合ってます？もともと最初からチルノさんに金銭は期待していませんでしたよ。人助けを食いぶちになんて言いましたが、誠意さえあればどんな仕事もする。それがあなたの提示した条件でしょ。そうね。不服になる気もわからなくもありませんがね。でもまともな収入が得られないと家賃払えないわよ。2ヶ月滞納でしたっけ？また麻雀でイカサも、また優香さんに、謝りますって。別に気を使わなくてもいいのに。借りてる以上払うのは私たちの義務。正直甘えたいです。払うも払わぬも任せるけど、お客さんが来てるわよ。普通そうな大差で客を迎えるものかしら？いやー、すみません。数年やってますがまだ板につかなくて、代わりにレイセンさんが。誰のせいかしら？仲が良さそうで何よりよ。それはどうも。で、依頼は何かしら？そうね。私の人形を探してほしいの。本の下敷きにでもなっているんじゃないですか？ちゃんと探しました。掃除ができない人みたいに言わないでくれるかしら。じゃあこれらだと
逃げ出した人形を連れ戻してきてほしい。人形が逃げ出した？どうせこき使いすぎたんじゃないですか？うるさいわね。特徴は？容姿は裸に鋼の下着をつけていて、身長は私より少し高いくらい。鋼ってロボットみたいですね。ニトリに協力してもらったからそっちに寄ってしまったのよ。ニトリさんに一体どんな理由があって？話す必要はあるのかしら。別に。報酬はいくら出してくれるの？二人の言い値でいいわよ。さて、家賃返済任務の始まりですが。情報が少なさすぎる。そう、聞き込みから始めるのは慣れていますが。だとしても面倒すぎる。もう少し楽に見つかればいいのですがね。とりあえず私はここで少し話を聞いた後、ニトリさんのところへ行ってきます。レイセンさんは？鈴な。あとは知ってそうな人を片っ端から。頼りになりそうで。Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hell. 'Cause with the birds and shed, it's a lonely view. With the birds and shed, it's a lonely view. With the birds and shed, it's a lonely view. ちょろいもんですね。珍しい方がいらっしゃいましたね。何をお探しですか？人形を探しているんだけど、ここはおもちゃ屋じゃないのですが。アリスの人形がどこかに行ってしまったの。知らない？ああ、アリスさんの。さすがにどこに行ったかまでは知らないです。他に何か知ってることはない？と言われましてもね。何でもいい。どんな雰囲気でいたかとかでも。助けになるかどうかは分かりませんが、その機械の子に対して結構ピリピリしてましたね。まるで出来の悪い犬のしつけてるような感じで。でも手だけは出していませんでしたね。そう。ありがとう。今回はツケをゆすりに来たわけじゃないから。今回はって今度ゆする気満々じゃないですか。で、何をですか？アリスか人形についての情報が欲しいの。いくらで？この前の三半ちゃん、チャラで。どちらにせよ、私は何も知りませんよ。何でもいい。些細なことでも構わない。この前機械の子を町の隅で叱責してましたね。何もあそこまでする必要があるのかと問いたいくらいに。そう。ありがとう。内容は聞かないんですか？興味ない。おっと、あの日以来山に近づくのはいいものではありませんね。ニトリさん、取材聞きたいことがあって来ました。すまんな。もてなすのはあまりしたことがないんだ。いえいえ、もてなされるようなこともしませんから安心してください。お前さんがそう言うなら助かるよ。で、聞きたいことって何なんだい？アリスさんの人形に携わったそうですね。オートマタ人形のことか。オートマタ？我ながらとんでもないものを作ってしまったよ。話すと長くなりそうですね。聞いてくれよ。大事な話でもあるんだ。なるべく手短にお願いしますね。善処するよ。もともとオートマターはアリスの人格と記憶をほぼコピーしたものなんだ。言うなればクローンそのものだ。随分と反論履歴ですね。
に言ってくれ。私だって今になってやっと後悔してるんだ。アリスは自分の思っていることを全て従事してくれる人形とともに不老不死の実験をしていたんだ。蓬莱の薬なんかじゃない、もっと簡略化された方法を模索していたんだ。それがオートマタと。私としてはただの好奇心だったんだ。もしかしたら神様とやらに近づける大きな一歩を踏み出せるんじゃないかと。神様なんて身近に5万といるのに今さら近づこうなんてね。きっとお前さんには理解できんだろうさ。ご愛に草まで。それよりもさっき言ったほぼコピーしたって完璧ではないですか？そうとも。私の方で少し手を食わさせてもらったよ。これが好奇心なのかはたまた良心なのかわからんがね。一体何をしたんです？コピーした人格の冷酷な部分にストッパーをかけたんだ。あとは完全自立人形としての意識を埋め込ませてもらったよ。記憶はここ数年のを削って引き継がせた。それ以外は何も手を加えていない。なるほどね。同じ人格同士のいざこざを回避するために。そういうことさ。なあカラス天狗、一つ頼まれてくれないか。なんでしょう。もし完全自立人形に会ったら彼女を止めてくれないか。善処しておきますよ。どちら様？アリスよね。やっぱりアリスよね。よく帰ってきたわね。いや、私はアリスなんかじゃ。どう見たってマナ娘のアリスじゃない。それにその下手の嘘のつき方もアリスの得意技の一つよね。お母さん、私どうしたらいいのかわからなくて。あらあら、自分に迷子になってるのかしら。何か大きな事情もあるみたいだし。聞いてアリス、たとえあなたがどんな容姿をしていようが、あなたはあなた、アリスなのよ。自分で考えて正しいと思ったことをすればいいの。もちろんその後の責任も自分で解決できるかも大事だけど、一人の親としてあなたのなすこと全部応援するわ。こんな助言でも助けになったかしら。それじゃあ久々に娘が帰ってきたんだし、少しお茶にしましょう。今入れてくるわね。アリス、お待たせ。で、どうでした？程よく集まったわ。まず人形とアリスの関係についてだけど、あまりいいとは言えないものだったわ。本当に物として扱うほどに。そりゃ逃げ出すぐらいですもんね。あとはということらしいんです。身から出たサビじゃない。なんで私たちが尻拭いをしなきゃ。報酬を出すって言われた手前動かないわけにはね。ねえ、あなた知ってるんでしょ？アリスの使いか？ええ。あいつも随分と荒くなっちゃったな。別にお前らに教える義理はないだろ。隠すメリットもありませんよね。私にはある。あいつの友達ならなおさら。吐きなさい。これだから一昔前の方がよっぽど平和だったのに。私としてはこっちの方が性にあって好きですがね。ね。そうね。ほんと時間とともにみんな変わっちゃったよ。時勢の句に興味ないの。わかったから下ろせ。アリスの家に行けば全部わかる。私からはそれだけだ。今まで聞いた中で一番しょっぱいですね。しょっぱいわね。その代わり二人には手を出すな。絶対だぞ。二人？結局あなたにはこの実験にどれほど価値があるのか理解できないのよ。理解できなくていい。こんな人を人と思わない実験なんて。人？
あなたが人形だからこそしてるのよ。あなたは私のものなんだから黙って言うことを聞いてればいいの。あなたはこの地球において価値があるもの。これが大成したら私は大きな栄養を得られるの。あなたはそれをわかるかしら。私はあなたのものなんかじゃない。そんな栄養なんてクソくらいだ。じゃあどうするの？それで私の内臓でもへぐり出すのかしら。到底人形にできるとは思えないけどね。うるさい、うるさい。あなたに私の感情なんかを。よく言うわ。劣化コピーのくせに随分な口出し者じゃない。全部お前が悪いんだ。お前こそが。私は間違ってないよね。こんなのが生きていちゃ私みたいなのが不幸になるんだよ。そうでしょ。人を物と扱う人なんて死んだ方がマシだよ。それに不老不死の事件だなんて哀れな。私が彼女になり変わったらどれほど報われると思う？今の私の方がアリスとして幸せになるの。ねえ、そうでしょ？知らないわよ。目が覚めた？お母さん、ごめん。あなたが無事で本当によかった。刺されても無事なのも笑えるわね。殺されてもおかしくなかったのに。それを見通して晒しを巻いてたんじゃないの？レイセンさんが応急処置してくれたから退院も早くなるそうよ。助けてくれる友人がいて助かったわね。別に友人と呼べるほどじゃないわよ。この子ったらいつからこんな風になったのかしら。どうして不老不死の実験だなんてって問いただす気はないけど、危険なことだったのか分かってるはずよね。ましてや感情も出せたなんて。もうしないわよ。本当？本当。二度とこんな思いはしたくないわ。じゃあ約束して。報酬をもらえずに終わってしまったわね。そうですね。てっきり優香さんにもなんかしてやれると思ったんですが、腹一斉にニトリさんに請求してみますか。一理あるかも。よし、早速請求できればいいんですけどね。たまたま通りかかったら難癖でもつけてやりましょう。そうしますか。それにしても娘が言っていたのは正しかったんですかね。マリサさんだって2人がそうなることを見据えていたはず。娘はわからないけどマリサならわかるわ。ぜひとも。友人として尻拭いさせてやりたかったのよ。はあ、そういえば娘さんが刺したところって急所から外れていたんですよね。じゃああの人形彼女は私たちが考えることじゃない。それに誰が何を考えてるかなんてわからないのよ。To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me,
listen what I say. Oh, I got your hey. Oh, listen what I say. Oh, the more I see, the less I know. The more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a will so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no